こんにちは、ヨシカです。今回はイケメンな本田と巷で噂の、テリー対策を一緒にしていきましょう。テリーと戦う際のポイントとして、通常技で有利フレームを取れない。暴れ潰しや連携が弱め。ということをまずは覚えておいてください。それでは各種技の解説、対策をしていきましょう。まずは実装後すぐに強さが話題になった、バーンナックルについてです。バーンナックルは強力な突進技です。どの強度でも近くでガードした時には攪拌がありますが、距離が離れるにつれフリフレームが減っていき、先端付近ではテリーが有利になります。ガード時にテリーが有利フレームになる時には画面が揺れるため、有利振りは画面の揺れで判断しましょう。強版はモーションもわかりやすく発生も速くないので、見てからジャストパリーやインパクトを狙うことができます。終盤は発生が速くモーションも小さいので見てからの対応は難しいですが、有利を取ろうとすると必然的に遠距離からバーンナックルをすることになり、ヒットまでの猶予も増えるため、読んでいれば対応も可能です。見てからの対処以外には垂直ジャンプ置きやバックステップ置きが有効です。しかし口述するクラックシュートがジャンプに強いため、どちらかといえばバックステップ置きをおすすめします。次はクラックシュートです。クラックシュートは球を飛び越えたりジャンプを引っ掛けたり、上方向に判定の薄い技をかわしたりする技です。着中盤は見てからの対処は難しいですが、強盤は見てからジャストパリーやインパクトで対処することもできます。めり込んだ時以外は投げ前にならないため、ガードした後には打ち返しだけでなく様子見を混ぜてパリーを誘うことも大事になります。次はクイックバーンです。この技は2段目が中段になっている特殊な技で、発生も早いためガードするのはかなり難しいです。しかしガードできた場合は先端気味の時以外は攪拌があります。通常技から何かをキャンセルしたのを見てパリーを押すとジャストパリーになったりするので、これを連携でよく使ってくる相手には試してみてください。次はファイヤーキックです。対処は単純で、ファイヤーキックには4フレーム技か無敵技を打ち返すのが基本になります。これはほとんどの必殺技へキャンセルした時に4フレーム以上隙間が空くためです。クラックシュートにキャンセルした場合にしゃがみ技だと当たらない場合があるので、打ち返しには立ちの4フレーム技を使うようにしましょう。例外としてはクイックバーンとドライブラッシュがあります。クイックバーンは連続ガードになるので、技を打ち返すタイミングでそのまま立っておいて、ガードしたら攪拌を取りましょう。ラッシュキャンセルは最速技でも連続ガードを作れないので OD 無敵技で割り込めます。キャラにもよりますがファイヤーキック後は OD 無敵技で全対応もできます。次は対空についてです。テリーはしゃがみ強パンチ対空の判定があまり強くなく、相打ちしやすい技になっています。なので対空の際は基本的に対空無敵技のライジングタックルを使います。ライジングタックルは他のキャラの昇竜拳よりも真上方向を落としづらく、めくり気味か近めの飛びに対してタイミング次第で空振ってしまうという弱点があります。なのでテリーへの攻め方として、近めの飛びというのも選択肢の一つとしておすすめです。次はパワードライブについてです。パワードライブは1段目と2段目の間に隙間が少し空いていて、動こうとするとヒットしてしまう連携です。ガードした場合近くだと攪拌がありますが、ガードバックが大きく攪拌にならない場合が多くあります。対策としては距離を判断して攪拌を取る。2段目ガード後に D リバをして自分の攻めのターンにする。中パンチからのキャンセル確認でジャストパリーを狙うなどが有効です。次はパワーウェーブ、ラウンドウェーブについてです。まずはパワーウェーブを解説します。パワーウェーブは弱と中と OD の3種類あり、それぞれ性能が違います。弱と OD は弾速が遅いですが射程が長く、中は弾速が速く射程が短くなっています。
シュートそれ以外で射程に差があるため、弾を見てパリーをしようとすると、目の前で弾が消えてドライブゲージを無駄に消費してしまったりします。対策としては遅い弾にだけジャストパリーを狙うなどがありますが、少々難しいです。パワーウェーブは全体硬直が他のキャラの弾に比べて長い部類なため、飛びやインパクトが確定しやすくなっています。そして近めの間合いでジャストパリーをした際に、キャラによっては確定があったりもします。さらには地面を這うような攻撃なので、足元にやられ判定のない技だと見てから弾抜けのようなことができます。特にラシードだと OD イーグルスパイクが確定しやすいです。弱、中、OD と攻撃判定がだんだんと大きくなっていくため、OD イーグルスパイクの場合は OD パワーウェーブだと引っかかってしまいます。使用キャラや技ごとに違うので調べてみてください。そしてラウンドウェーブです。これはヒットでコンボ、ガードで有利のすごい技ですが発生がかなり遅く、見てからジャストパリーや無敵技や暴れなど、割と何でも返すことができます。固め連携で使われた際はそれらで対処し、置き攻めで使われた時にはジャストパリーや無敵技で返すことを意識しましょう。その場を殴っている攻撃ですが弾属性なため、SAH など弾無敵のない無敵技は潰されてしまうので注意してください。次は画面端の前投げについてです。テリーは投げの後にある手投げを重ねるのがかなり難しく、基本的に前ステップから投げを重ねてきます。投げ前捨てはテリー側がプラス3フレームとなっていて、前捨てから投げを重ねると一部キャラを除いて、バックステップから4フレーム技が確定します。さらに有利フレームの多くない密着状況なため、下がって投げ間合いから外れることも難しく、遅らせ投げを狩るためには必ずリスクを取る必要があります。なので柔道にはリスクがあることを念頭に置き、防御でも読み合っていきましょう。最後に中キックです。中キックはテリーの技の中でもリーチと判定が強く、立ち回りの主力技になっています。他のキャラにもよくある牽制技ですがテリーの場合、中キックがカウンターヒット以上なら SAH で追撃できます。これはダメージもゲージ効率も良いためそれでリーサルになるときは、技の置き合いを控えめにするなど意識の片隅に置いておきましょう。以上です。ご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったという方は、高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。